ボルベットっていうメーカーのね、ホイールにちょっと贅沢にもミシュランタイヤを履かせていたりもします。実は僕の手元に届くまでどんな車がやってくるか全く知らないままこの車を迎えることになりました。どうも、黒ガレージです。今回は僕の愛車の1台でもあるルノートゥインゴ、通称トゥインゴちゃんを皆様に紹介したいというふうに思います。こちらのトゥインゴちゃんは以前当チャンネルで紹介したピートルちゃんが手元に来る以前から所有していた車です。僕の手元に来てから間もなく3年ですね。この子の年式は1998年ですね。98年製のトゥインゴでございます。1993年から2007年まで製造された結構ロングセラーモデルでした。当時ね、日本でもかなりの数が輸入されていてですね、1990年代から2000年代初頭ぐらいまでは日本国内でもね、街中で見かけることなんかは多かった車両のように言われています。僕ね、その頃こういったコンパクトカーにそこまで興味がなかったので、トゥインゴ1が街中を走ってるような姿を見かけたことっていうのは個人的にはあんまりなかったりするんですけれども、それでもですね、1985年製の僕よりもですね、もう少し年上の世代の方たちからすると、懐かしい、よく街中で見かけたよねっていうような、そういったことをね、言ってもらえる車だったりします。こんな感じでですね、今はピカピカなトゥインゴちゃんですが、実はですね、僕の手元に来た時点ではですね、この子の塗装面っていうのはね、表面のクリアが剥げてしまってカサカサな状態で手元に届きました。なんですけどね、純正と同色の色でね、外装を一度拭いてもらって、この年式のトゥインゴだとバンパーは樹脂バンパーで黒色のものなんですけれども、トゥインゴ1の中でも後期モデルって呼ばれるんですかね、そのモデルと同じようなバンパー塗り分け上下してもらった上で、黒のね樹脂バンパーっていうところを塗装してもらったりして、オリジナルな感じで塗装をしてもらってます。表面もね、こうやって見てもらって伝わりますかね、完全なる表面処理をして手間をかけて塗装してもらったのではなくてですね、ある程度ね表面を削ってもらった上からそのまま同色を吹いてもらっているような感じなので、場所によってはですね、多少ボディがへこんでしまってもそのままでということで塗装をねしてもらっちゃってたりします。ボディのこういったところを見ていただければわかると思いますが、この内側はね磨いて綺麗にしましたけども、外側だけですね、側だけ塗装してもらったっていうのをしてもらってます。あとはですね、僕の手元に届いてから手をかけた部分って言ったらタイヤホイールですかね。タイヤホイールに関しては純正13インチの3本スポークのホイールにオールシーズンタイヤが入ってある状態だったんですが、ホイールもガリ傷だったりね、打痕だったり結構汚かったっていうところもあったので、よく欧州車なんかに使われるボルベットっていうメーカーのねホイールにちょっと贅沢にもミシュランタイヤを履かせていたりもします。ちなみにリアバンパーもですね、先ほどのフロントバンパーと同様にオールペンをしてもらった際にですね、バンパー下部をですねボディと同色にペイントしてもらって、それ以外の部分、この黒いところに関してはマット塗装してもらってということで、黒い樹脂バンパーからですね、もう少し小綺麗に見えるような塗装をしてもらってたりもします。3年ほど前に僕の手元にやってきたトゥインゴちゃんなんですけれども、実は僕の手元に届くまでどんな車が自分の手元にやってくるか全く知らないままこの車を迎えることになりました。というのもですね、旧車の世界、ヒストリックカー、ノスタルジックカーの世界の門戸を叩かせていただくにあたってですね、僕がいつも信頼しているね車屋さんの社長にですね、100万円以下左ハンドルマニュアルで車を選んでくださいということでですね、依頼をして迎えることになった1台でございます。3年前に迎えたとはいえ、ヒストリックカー、ノスタルジックカーの値上がりがどんどん進んでいる昨今でですね、だいぶ無茶なお願いだったんですけれども、そんな無茶なお願いをですね叶えていただいて納車していただいたのがこちらのトゥインゴちゃんっていう形ですね。実際にですね、タイヤ、ホイール、ボディのオールペン、その他もろもろですね、僕の手元に来てから手をかけた部分も含めてですね、全然100万円を切るような価格で手に入れることができました。これからね、大事に乗っていく愛車というのを手に入れるにあたって、車種を指定せずですね、信頼のおける車屋さんに車両調達を依頼するに至る経緯っていうところがありまして、その車屋さんはですね、ヒストリックカー、ノスタルジックカーの師匠と呼べるようなそういったお方なんですけれども、その方の教えでですね、どんな車もですね食わず嫌いをしてはいけないっていう教えをね、僕も忠実に守りたいなというところがありまして、例えばですね、これまでの人生の中でザ・アメ車というものを所有したことがないんですよね。ただアメ車を悪く言う人たちの中には、自分でアメ車を
を所有して運転したことない人が多く含まれるっていう、そういうことをね、信頼を置いてる車屋さんの社長さんが言われていて、確かにそうだなと。僕もですね、一車好きとして自分の経験だったり考えの中で培ってきてしまった固定概念を捨ててですね、いろんな車に乗ってみたいということで選んでいただきました。実際に100万円以下でっていう縛りで左ハンドルのマニュアルっていう車を選ぶとしても、おそらく僕はルノーのトゥインゴっていう車の選択肢を選択しなかったと思います。僕であればフォルクスワーゲンのゴルフだったり、フォルクスワーゲンのポロだったり、はたまたミニクーパーだったり、フランス車を選ばなかったと思いますし、万が一フランス車を選んだとしてもプジョーの106とかそういった車を選択していたような気がするんですね。なので自分で選ぶとしたら、おそらく選ばなかったであろう車、この車をね手に入れたことによって僕の価値観っていうところはね大きく変わりました。なんでそれはですね、これから車を運転しながらお話ししていこうと思うんですが、とにかくね、このトゥインゴちゃん僕の手元に来てからいろいろあったんですよ。この子でね、ヒストリックカー、ノスタルジックカーのイベント、一番遠いところで長野まで行かしてもらいましたし、あとはね、つい先日までエンジンがかからないっていうトラブルに見舞われていたり、紆余曲折あって楽しくカーライフを満喫させてもらってる、そういう状況だったりもするんですけど、とにかくですね、このトゥインゴちゃんを迎えて僕の中で変化した価値観みたいなところね、ドライブしながらお話ししていくかな。実際にドライブしていこうと思います。こんな感じで運転しているんですけれども、トゥインゴを選択したことによって新たに知ることができたところ、それをね運転しながら紹介していこうと思います。よいしょ。こんな感じで何の気なしに運転してるんですけど、めちゃめちゃ乗りやすいんですよね。スポーツタイプの車ではないっていうところもあるんでしょうけれども、エンジンの回転数どこで繋いでもですね、しっかりトルクがあって、多少ギアが1速2速ね、高かったり低かったりしても全然問題なく走ってくれる 1200cc でありながらすごくトルクフルなエンジンだったりとか、特に特筆すべきところは、若干現代寄りになったこのトゥインゴ1だったとしてもですね、これぐらいの年代までであればですね、フランス車特有の猫足と呼ばれるしなやかなサスペンションのストロークっていうところを感じることができるよっていう教えてもらったんですね。実際に初めて乗った時にトゥインゴちゃん運転してびっくりしました。本当に言葉を悪く言うと国産車じゃありえないぐらい足がふわふわなんです。なんでこんな足ふわふわなんだろうっていう風に感じてワインディングを走ってみると、その印象がまた変わるんですよ。ワインディングを走ってね、ハンドルを切り込んでいくような場面になってくると、もちろん車体はロールするんですけども、車体がロールしたその先でですね、しっかりとロールしたまま姿勢を保ってくれるような、そういう足の動きがあるんですよ。これはですね、実際に国産車しか乗ったことないとか、例えばドイツ車しか運転したことがないっていう人は得られない快感でしょうし、とにかくね、この猫足っていう感覚は実際に自分がハンドル握ってね、運転してみないと感じることができない感覚。ロールするんだけど、ロールが不快じゃないんですよ。直進で走ってる時はサスペンションがしなやかに動いてくれて乗り心地がめちゃめちゃいいっていうね、フランス車特有の車作りというか、足回りの味付けみたいなところは実際に自分で乗ってみなきゃわからなかったでしょうし、そのフランス車が好きな人たちのお話を聞くとね、ルノーのそのサスペンションのセッティングっていうか乗り心地と、プジョーのサスペンションの乗り心地なんていうのはまた別の違ったものがあったりとかするらしいんですよ。自分の先入観とか固定概念で物事を決めつけちゃいけないなっていう、本当にそれはね、車選びの可能性を狭めてしまう結果にもなるので、広い視野というか、とにかくいろんな車に触れてみる。それはね、した方が車に対する価値観を広く持てるなぁなんていう風にね、感じさせてもらいました。このトゥインゴをお任せして迎え入れたことによって、そういう経験をさせてもらえたっていうのはね、すごく自分では価値の高いことをさせてもらってるなっていう風に感じます。そういった経験をさせてもらったので、このチャンネルがですね、収益化できるようなことがあればですね、今度はアメ車を手に入れるために使わせてもらおうかなと。いろんなですね、車に乗ってみたいなっていう気持ちをね、さらに持つことができました。とても景色がいいところに着きましたので、車の内装なんかも紹介してエンディングを撮りたいと思います。
いやーめちゃめちゃかっこいい。かっこかわいいっていうんですかね。意外とですね、後ろから見るこういう画角も大好きだったりするんですよね。ちなみに余談なんですけど、このトゥインゴちゃんですね、実はルノーが日本のとある車をベースに作ったっていう、そういうお話があったりもします。車詳しい方だったら結構知ってるあるあるのお話なんですけど、実はホンダの初代トゥデイ、これをですね、徹底的に研究した上で、トゥデイを参考にルノーが作ったコンパクトカーっていうのが、このルノーのトゥインゴだっていうのはですね、最終的にメーカー側が認めた話だっていうのがね、ネット上に出てたりもします。例えばね、タイヤをボディの四隅に追いやることによって、車内のスペースを広く取るとか、トゥデイの設計思想っていうところを真似て、ルノーが作った車が初代トゥインゴっていうことをね、言われてたりもします。はい、内装を紹介していこうと思います。助手席側から覗くと、ハンドル周り、インパネ周り、ダッシュボード周りはこんな感じでございます。こうやって見るとね、現代の車に近しいところがあるなっていうところがあるかと思います。1998年、1900年代後半あたりからこういったデザインが増えてきたっていう話なんですけれども、確かね、このセンターデジタルメーターはトゥインゴが世界初採用したっていう話はありましたね。センターメーターに関してはね、もっと昔のヒストリックカー、ノスタルジックカーの世界からあったことだと思うんですけども、センターデジタルメーターに関してはトゥインゴが世界初だみたいなね、記事を見たことがあります。はい。でね、車は4人乗りなんですけども、車内はね、結構広かったりします。一番シートを後ろに下げてるんですけどね、足元のスペースも広かったり、窮屈な思いをすることなくですね、快適な空間でね、過ごすことができるようになってます。トランクルームはですけど、こんな感じで、シートを一番下げてる状態でもそこそこなスペースがあったりします。ごちゃごちゃっとしてて申し訳ないんですが、トランクルームもそれなりに確保されてると。エンジンルームなんですけれども、はい。エンジンルームこんな感じでございます。このエンジンルームもビートルちゃんとかとね、比べるとある程度現代の車だなっていう感じはすると思いますが、それでもですね、ここ5年、10年ぐらいで販売されてる自動車なんかよりは、ある程度いろんなところにも手が入りそうで、整備しやすかったりするんじゃないでしょうか。実際にね、たまにしかエンジンがかからなくなったなんてお話をしましたが、その時はですね、疑わしい燃料ポンプを部品を取っていただいて、自分で交換してみて、あとはクランク核センサーっていうところも自分で点検してみたりっていうところでですね、インターネットでね、手に入るサービスマニュアルっていうところをなんとか手に入れればですね、素人の僕でもですね、ある程度だったら整備ができるなっていう車だったりもします。はい、ということで、僕の愛車の1台でもあるですね、ルノーのトゥインゴちゃん、こちらを紹介する動画を撮ってみました。実はですね、このトゥインゴちゃんに関しては、まだね、ボンネットの内側周りとかね、エンジンルーム内とかですね、助手席ドアの内窓部分とかですね、磨こうと思ってまだ磨いてなかったりもするのでですね、細かいところを磨いてピカピカにしていく動画、そのうち僕のやる気があれば動画にしていくかなというところでありますんで、愛車のトゥインゴちゃん、当チャンネルの視聴者さんはですね、以後お見知りおきをというふうに思います。実際ね、こう1年でビートルちゃんをですね、手に入れさせてもらって、2台ともね、可愛がって大事に乗っているっていう状態に今なっておりますが、キャブ車でね、よりメカニカルでザ・旧車みたいなところを運転している満足感を得させてくれるのはビートルちゃんだったり、高速道路を100キロで巡航しても何ら問題なく走ってくれるこちらのトゥインゴちゃん、それぞれね、いいところ、楽しませてくれるところが違ったりもしますんで、僕がね、このトゥインゴちゃんで学ばせていただいた食わず嫌いをすることなくですね、どんな車でも所有してみて、それでいろんなことを感じてみる、それはね、とても素敵なことだと思いますんで、ぜひとも皆さん旧車ライフ始めてみるのはいかがでしょうか。今日はあいにくの曇り空で日が落ちかけてるんですけれども、このままですね、少しドライブに向かいたいなと思っております。こんな感じでですね、当チャンネルはとりあえず何でもやってみるをテーマにですね、自分自身の人生を DIY していけるようなおじさんのサブカルチャンネルを目指しております。この動画以外にもですね、他の愛車を紹介する動画だとか、車の整備の動画なんていうのをね、アップしておりますので、気になる方はですね、ぜひとも動画の評価をしていただいて、チャンネル登録をしていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただいた皆様ありがとうございました。バイバイ。